let me off the hook. おはようございます。抹茶の粉が最後の方でダマになってしまいましたが、今日も京都で抹茶ラテでパワーチャージ。日記を書いたり、今日の予定を整理したり、この後来るはずのお部屋の修繕業者さんへの書き置きを準備したりしています。この後部屋の荷物も出しておかなくちゃ。今日部屋の修繕が入るらしいんですけど、予定の時間に経っても全く来ないので今何時だ、もう11時なんですけど、8時からってなってたんですけど全然来ないので、とりあえず動かしやすいようにだけしておいて出かけようと思います。治ってくれてるといいな。このね、窓がすごく閉めづらかったり、あと壁のところにちょっとこう黒いシミ見えるかな。私は全然気にならないんですけど、そうですね、こんな感じで、でも全然わからないです、明るいと、全然気にならないんですけど、修繕が入るらしいので、あとこの窓か、ここのところとか閉めづらくてガンガンやってこう傷ついちゃってると思うんですけど、これをちょっと直しに来てくれるらしいのではい。あとここに、実はここの窓の向こうにかなり広いバルコニースペースが広がってるんですよ。もう持て余してる、シャトルランができるぐらい広いバルコニースペースがあるんですけど、私の部屋からはちょっと外に出れなくって、ルームメイトの部屋を一旦こう通らなくてはいけないので、ここから通れるように窓を広く開けられるようにしてくれませんかっていう書き置きを残していきます。多分難しいかもしれないけどダメ元で、できます。曇りだけどちょっとだけ晴れ間が見える。嬉しい嬉しい。久々の青空。今日は気になる展示がスタートしたということで、ずっと来てみたかった美術館へやってきました。フィンランドが気になる方はきっと一度は写真などで見たことがあるであろうこちらの美術館。展示自体は有名なウネウネの丘の地下にあるのです。ミュージアムパスで無事チケットをゲットして、レアンドロ・エルリッヒのエキシビションへ行ってきます。日本だと金沢21世紀美術館のスイミングプールで知られる美術家だそうです。魚雲。雲は実は初めて彼の作品を見たというか体験したのですが、見ている人が作品に入り込むことで初めて作品として完成するような、どこか遊具や舞台装置を思い出す感覚が刺激されて楽しい作品たちでした。みんなどこにどう自分を配置したら面白くなるか試行錯誤していて、それを眺めるのも楽しかったです。美術館の楽しみは
展示を見終わった後のミュージアムショップまで続きます。今回はポストカードを1枚だけゲットしました。部屋に飾ったら可愛いし楽しそう。大きさ伝わるかな。すごい大きい。スウェーデンのチョコ、美味しいです。束の間の美しいヘルシンキの紅葉たちを横目に向かうのはアジアンスーパー。餃子が食べたくて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 餃子の皮を探しに来ました。ちなみにヘルシンキのアジアンスーパーはこんな感じの雰囲気。2個目のアジアンスーパーで餃子の皮見つけました。1個目もあったんですけどちょっとだけ高めだったので、こっちは 300g で2ユーロ 2.1 ユーロなのでだいたい360円ぐらいで 300g ゲットしました。美味しいかは分かりません。これで餃子作ろうと思います。これがすごい気になるけど値段もそんなに高くなく、すごい気になるけど多分目がやられるようなかわいいかわいい。どうしよう。買ってしまった。使えるかな。壊さないように慎重に電気スタンドを抱えて帰ります。結局部屋の修繕は多分入ってないと思われます。何も変わってない結局来なかったんかい。なんか誰もいなくてもマスターキーで開けますよって文章であったんですけど、全然入った痕跡も直ってる痕跡もないので来なかったのかなでこの買った時にカウンターの姉さんがもしつかなかったら返品もできるよっていう風に言ってくれて、普通のやつはできないらしいんですけど、こういう電化製品はそういうのに対応してくれるらしく、ありがたいけどついてほしい。待って弱すぎる可愛いけど何のあれにもならんかな可愛いけど綺麗てか可愛い。可愛い。なんか飾り、本当に飾りでも可愛いどうしようかな。間接照明の一個として使おうかなと思いますささやかすぎる久々の晴れ、気持ちいい。夕方だけど気持ちいい。これがフィンランドで一番安いスーパーです。リドル。多分ドイツ系のスーパーなんですけど、みんなここが一番安いねって言って買ってます。買い物の前にリサイクルディスカウントレシートをゲットして、多分キャベツなんですけど形が面白い。多分これがニラチャイブっていうハーブらしいんですけど、これが一番ネギとかニラに近いのかな。
さて餃子を作っていきます。キャベツとニラの代わりのチャイブをみじん切りにしたら、生姜、ニンニクをすりおろし、豚ひき肉をダイブ、オイスターソースと酒の代わりにみりん、醤油とごま油で下味をつけて、胡椒もひいておこう。均一になるように混ぜたら、包んでいきます。今日の包みのお供はアニメ電脳コイル。最近はもっぱら電脳コイルを一から見直しています。いい感じに焼けてきた。うまくいきました。久しぶりの餃子定食が嬉しい夜。ご飯が進みます。好きなアニメをだらだらと見ながら餃子を食らう、いい夜でした。また別の日の朝、昨日の夜は友達が遊びに来ていて、楽しくなって調子に乗って寝る直前まで食べていたら、案の定胃が重たい。白湯を湯たんぽ代わりにしながら土井先生の本を読んで、ああやっぱり味噌汁だなぁと思う朝。さて今日も朝ごはんを作っていこう。漬け置きしている鶏肉や餃子の余りのキャベツがあったので、具沢山のお味噌汁を作ろう。組み合わせは割と自由でいいし、それを手を動かして香りを嗅ぎながら作ってみることが大切なんだなぁと本を読んで感じている最近。想像以上に鶏肉や野菜のうまみのぎゅっと詰まった疲れた胃に染み渡る美味しいお味噌汁ができました。今日の予定をこなしていったら、あっという間にお昼の時間。土井先生曰く、浸水は水につけておくと雑菌が繁殖しちゃうらしいので、こうざるでざっと切って、その周りについた水分だけで十分だそうです。30分から40分置きます。お昼のお味噌汁は卵を使ってみよう。お味噌汁、朝ほどの衝撃はありませんでしたが、じゃがいもはホクホクで、ご飯もいつもより少し美味しく炊けた気がします。さて楽しみにしていた映画へ向かいます。風は強くて寒いけれど秋晴れの今日。
もうすぐ100歳になるこの映画館で上映されるのはホン・サンスの作品。ちょうど気になっていたので嬉しいタイミングでした。フィンランドの皆さんは映画館では割と大きく笑い声を上げていて、なんだかいいなと思う秋の夜。最後まで見てくださりありがとうございました。寒くなってきていると思いますので、皆様も胃腸をいたわりつつ良き秋の夜長をお過ごしください。